あなたは指輪を持ってますか？いいえ。長文になると思うんですけど、もう少しだけ文字で覚えてあげて。怖下の段4と6は10、19で32を足してもここも気持ち悪い。ブレインダイブを体験しよブレインダイブっていうのを自分で体験していただかないと分かっていただけないマジックなので、マジックなの？アジアが使うトランプちょっと怪しいと思いますので。思います思います。うわー、気持ち悪い。怖い。気持ち悪い。わからん。くすぐったいの分かります？指立てます。いやもうずっと俺やで触れられてた。俺やで。これがブレインダイブ。今度は皆さん全員でちょっと参加していただきたいんです。はい。よろしいですか？もちろん。はい。一応立っていただいて。小島県は枝葉です。指輪をお預けしますんで、はい、両手を後ろに回していただいて、右手か左手にまず指輪を隠してほしいんです。はい、シンプルですけど、はい、右か左、よくどっちだみたいな、あれだと思っていただいて、決まったらこうしていただいて、分かんないように。いいですか？はい、でちょっとこちら来ていただきます。ポーカーフェイスでお願いします。はい、言わないでください。質問しますので、何を言われてもいいえって言ってほしいんです。はい、いいですか？指輪右手に持ってますか？いいえ。左手に持ってますか？いいえ。そうですね。左の方が答えるスピード若干速かったんで、今のは左手ですね。なんだって。負けるね。なんだってじゃ嘘つく時って答えるスピードがちょっと速くなるんですよ。へえ。これはよくあることなんですけど、勉強になります。はい、今度は皆さんで相談して誰か一人が指輪を握ってほしいんです。集まっていただいて、はい、で誰にも見せないで、決まったら両手をグーにして、はい、一列に並んでほしいんです、はい、後ろ向いてきますね。どうぞ。いえ。はい。両手グーにしていただいて、はい、お一人ずつ、目を見ていきますが、ポーカーフェイスしといてください。言わないでください、どこにあるかは。ちょっと腕の筋肉ちょっとだけ触りますね。指を見ていただいて、ちょっと待ってくださいね。じゃあ一度だけ質問しますので、何を言われてもいいえと言ってほしいんです。持ってても持ってなくてもいいえでお願いします。はい。あなたは指輪を持ってますか？いいえ。一人嘘ついてるってことですよね。ちょっとね、最初から怪しいなと思ってたんですけど、反応に結構出てらっしゃるので、こっちの左手ですね、上げてもらって。すげえ。2回連続負けた。しかもマスターさっきとか全く同じ位置にな。そうですね。逆にこれはどこで分かったんですか、今のラリー。最初見ていただいて、でも正田さん結構逆にちょっと力入ってたので、今度もうバレないように。恥ずかしい。めっちゃ単純やん。それは何してるの？あとは僕が小島さんにお話しかけて、反応出ましたねって言った時に左手でっていうのは分かりました。恥ずかしい。全然分からない。その分かったポイントで腑に落ちる。ちょっとだけヒントで言うと、どのように考えるかを読み取るっていう方が分かりやすいかも。なるほど。直接脳に潜り込むパターンもありますけど、どう思考するか。最初の色を思い出してほしいんですけど、色とかもやっぱりどうしても引っ張られていくので、人間のそういう意識、潜在意識っていうのは結構面白いんですよね。はあ、おもろいなそれは。じゃあ何かありますか？これだったら僕絶対当てられないだろうっていうお題をくだされば、絶対わからないもの、パッと今思い浮かぶもの、どなたでもなんかこれやったらという自信がある人いらっしゃれば。全く言ってないことない？全く言ってないこと？なんで？全く言ってないこと？全く言ってない。それいっぱいありますよ。それなんかいっぱいある。呼び釣られて困れへん。全く言って。そうやな。それを探すのが難しいね。全部墓に持っていく覚悟だから。ちょっと待ってな。明日しようと思ってることとかでもいいですか？大丈夫です。一回やったことないですけど、座っていただきます。はい。
ちなみに明日しようと思ってることは、どなたかに言ったことありますか？いや多分言ってないかな。言ってないです。ということはこの世界で誰も知らない？知ってる人もいます。あ、知ってる人もいます。どこかにはいます。でも僕はコンタクトの取りようはないですね。ないです。はい。じゃあ明日しようと思ってることをイメージしやすいようで、小島さんのしやすいようでいいのでイメージしてもらっていいですか？ちょっと待って、真剣に、はい、はい。僕の目を見てもらっていいですか？はい。普段は例えば友達の名前とかペットの名前とか名前を当てることが多いんですけど、明日しようと思ってることだと長文になると思うんですけど、もう少しだけ文字で思い浮かべてもらって頭の中で、すみません、絵で想像してました。はい。OK、ちょっと書いてみますね。僕が分かんないですけど読み取ったままですが、小島さん目を閉じていただいて。明日の出やろ、知らんもんな。僕が開けてっていうまで開けないでください。はい、目を閉じておいてください。じゃあ下向いといていただいて、皆さんには先に見せますから言わないでください。では小島さん目開けていただいて大丈夫です。確認しますが本当にご自身しか知らないですよね。ここにいる人は全然誰も絶対知らないですよね。だから僕は絶対その情報は知る由はなかったわけです、ちなみに明日何しようと思ってるか、口で言っていただいていいですか？じいちゃんとばあちゃんのところに行こうと思ってます。じいちゃんとばあちゃんのところに行こうと思ってます。マジマジで？マジか。ちょっと待って、でも今そう名前とかやったらだってもう3文字4文字とか限られてるけど、そうです。この長文で、そうしかも無数にあるしな。一番最初のイメージの時にもう分かりました。どんぐらいイメージの時は分かってないです。一番手がかりというかブレインダイブでいうと直接脳に潜り込むんですけど、どこで分かってるかというと、小島さんに何度か一番最初にトランプ渡したりとかいろいろやってるじゃないですか。ここに行き着くまでに結構つながりみたいなのが大事で、どういうの入ってきてたってこと？そういうことです。だからすげえ、これを読み取るよりも小島さんと早い段階でつながってると考えてることは読み取れるようになるっていう。ああ、なるほど。だから俺がめちゃくちゃじいちゃんばあちゃん思いなこうなんやと思いながらいいように言うな。めっちゃいいように言うてる。めっちゃいいように言うてる。すごいな。そんな具体的な。これがブレインダイブです。すごいな。いやすごいな。ほんまにすごいわ。最後もう一つでは、今度じゃあ草間さん。はい。2桁の数字をイメージしてほしいんです。でも結構思い浮かべやすい数字ってあるんですね。例えば誕生日とか、できれば難しい数字にしてほしいんです。はい。決めました。はい。決めましたね。書いたら閉じて、念のために両端をしっかりゴムで向こうで絶対分かんないようにしてください。ほんま果てしないですよね。でもそうです。まあなあ2桁。おお、結構な数。書けましたよ。書けましたね。はい。ではポケット入れといていただいて、もう数字を当てるだけでは簡単じゃないですか。いやいや難しいですね。全然ちょっと特殊な方法で当てるんですけど、ホワイトボードをちょっと借りていいですか。数字に集中してください。他の数字は考えずに。はい。今タイマーで測れますか？時間で。はい。何を測ればいいですか？僕今草間さんの頭の中にある数字をバーって書いていくので、はい、書き終わるまで何秒ぐらいかかるかちょっとカウント用意スタート。こっちいいです。カウントはい、大丈夫です。いきます。はい。よーいスタート。
はい。何秒かかりました？すみません、その範囲の誤差がちょっとあるかもしれないですけど、16.71 16.71です。なるほど。この中にぴったりの数字ありますか？選んだ。まあ僕一桁もちょっと見えたの書いちゃいましたけど。この中にはないです。ないですか？はい。ちょっと分かりやすくマスで分けますね。何が始まるんや。今のとこないですもんね、リチャ君。ない。うん、ね。失敗だ失敗。選んだ数字の中に6は入ってました。ないです。何十6とか。ないです。ないですか？選んだ数字はちなみに何か意味があって選びましたか？いや、特には。もうパッて思い浮かんだ。これがいい。はい。じゃあ、すいません。ちょっと何を選んだか見せていただいていいですか？嘘やろ？これ取っていいんですよね。はい。これリチャ君すごい初めてだいぶされへんかったんじゃないですか？いいですか？はい。51。51。はい。じゃあちょっと持っていただいて、5と1でこれで一応51になりますね。まあ無理くりですよね。ダメじゃない。だいぶ無理くり。見逃さないし。急にうるさいな。俺ら。急にうるさいな。じゃあ例えば横一列注目していただけます。7と1を足してみてください。いくつになりますか？8と12を足すといくつですか？20と31を足すと51になりますよね。下の段いきましょうか。8と2を足すといくつですか10ですね。10と30で11を足すと5と3で8、18と33を足しても51。4と6は10、19で32を足してもここも51です。ちょっと待ってください。縦見てください。7と2を足して9、9と9は18、33を足して51になりますね。3と6は9、12で21、30を足すと51、19と32も51です。5と4は9、11で20、31を足すと51です。斜め見てください。9と3で12、8で20、31で51、4と10で14、7で21、30で51です。今度は4つの角を見てください。7と9、16、4で20、31で51です。今度は中4つ見てください。7と2で9、12で21、30で51、ここを足しても51、ここを足しても、ここも、真ん中の8と30と10と3も、もういいです。もう後半聞いてなかった。もういいです。数字。この数字はすべて草野さんが選んだ51に。めっちゃキモい。めっちゃキモい。すげえな。しかもさ、それを16秒で書いたんやで。怖い。なんでこれ計算しててもこんなんできひんよ。そう。もし分かって計算でさ、だって場所完璧じゃないとあかんわけやんか。へえ。それブレイングダイブなんですか？それは。ブレイクタイム。もう違う次元まで行ってるよな。これがブレインダイブです。ああ、ごめんなさい。それほんまブレインダイブですか？とか言ってもうたからすみません。やばー。すごいわ。ありがとうございます。初めて見たわこれ。面白い。でその最初ご紹介させていただいて、見ていただく前と見ていただいた後ではちょっとイメージ変わっていただいたと思うんですけど。だいぶすごいもんやった。ちょっと唯一無二やな。すげえな、マジで。想像超えてくるもんな。ちなみに感覚だけはちょっとつながったままなので2週間ぐらいは本当に。だから俺むっちゃおしっこ行きたいんやけど今。だからかな。俺もおしっこ行きたいで。おもろい。いや、ちょっとすごいわこれは。すごく。素晴らしいですね。ありがとうございます。大食いリベンジ企画、寿司100品を食べ尽くせ。シンプルなネタのクオリティやばいっすね。じゃあもし全然違うで、コクとかわかるんですか？
クリアせなあかんな。クリアするかちょうどいい食事に抑えるかどっちかやな。頑張ってその70皿とかで。改めてマジックっていうことですよね、これは。そうです。マジックとしてやってます。マジックなんやもんな。だってこれがって思っちゃうもんな。なんでちなみに51やったんですか？適当。あ、マジで適当。初め24とか思い浮かんでてんけど、51。20で俺の誕生日やもんな。あ、そう。な、好きっちゃ好きや俺も。